こんばっちぐーテリアモン魚種です。早速なんですけども、今回の企画を発表したいと思います。初解禁、ゲーム最新作デジモンストーリータイムストレンジャー開発現場に潜入してみた。はい、約10年ぶりとなるデジモンゲーム最新作デジモンストーリータイムストレンジャー、これまでテストプレイを行わせていただいたり、ナズピとコラボで先行実況プレイもしたりしましたね。発売日はですね10月2日、スチーム版は10月3日と約2ヶ月を切ったということで、もう楽しみに待ってる方が多いと思いますよ。僕らってもう今すぐプレイしたいんだ。すでに大きな盛り上がりを見せているデジモンストーリータイムストレンジャーなんですけれども、今回はデジモンストーリータイムストレンジャーの魅力を皆さんに伝えるために、なんとスタッフさんが開発現場に潜入してきてくれました。ありがとうございます。いや違うんだ、ありがとうございますじゃないんだ。大人になったらほうれん草という言葉を聞いたことがないのか。僕に相談してないでしょう。潜入する日を教えてくれたら僕が言ったのに。僕がアンバサダーなんだぞ。あ、ごめんねって言われた。許してあげようそして今回はなんと素敵なゲストが来てくださいましたということで、自己紹介お願いいたします。こんばっちぐ、デジモンストーリータイムストレンジャーのプロデューサーを担当しておりますバンダイナムコエンターテインメントの原と申します。本日はよろしくお願いします。はい、マブダチの原さんが来てくれた。ありがとうございます。そしてこんばっちぐちょっと苦しそうに言わないでよ。楽しい挨拶なんだから。いやめちゃめちゃ楽しんでますけどね。ありがとうございます。はい、デジモンストーリータイムストレンジャーディレクター務めさせていただいております24フレームの友野祐介と申します。よろしくお願いします。友野さん、ありがとうございます。ディレクターさんということで、皆さんにどういったお仕事をしているのか教えてもらってもいいですか？意外に、よく聞くけどよくわからない仕事っていう感じだと思うんですけど、一番偉い人っていうイメージ。いやそんなこと全然ないんですけどね。ないのね。一番気使う立場ですなんだらっていう。確かに。具体的にはそのクライアントというかプロデューサーである原さんからのオーダーをこんなんしたいんですって言われて、じゃあこうしたらどうやろうって現場に相談したりとか、その旗振りっていうか後押しをどんどんしていくっていうのが主な仕事。頼もしすぎる2人が来てくれたということで、潜入映像の方見ていこうと思うんですけども、どういった内容になってますか原さん？はい、今回ですね、デジモンと主人公のモデル、必殺技、背景マップ、イベントシーンなどなどについて、その制作過程やスタッフの方々の思いというところをちょっとお届けできればということで取材させていただきました。ということで、それぞれの潜入映像を見て気になった箇所があったらですね、僕またプロデューサーさんディレクターさんがこの手持ちにボタンがございます。こちらでピンポンってやると映像止めてくれるということで、めっちゃ気になるところとかもちょくちょく止めていこうと思います。こんな仕事すると思わなかったです。こんなん初めて見ました。はい、素晴らしい。それでは2人と一緒に映像を見ていきたいと思います。まず1つ目の映像はデジモンと主人公のモデルです。再生スタート。あれやっぱり本日はよろしくお願いします。はい、デジモンストーリータイムストレンジャーのプロデュースを担当しておりますバンダイナムコエンターテインメントの原と申します。はい、本日は、タイムストレンジャーの開発現場に来ております。ゲームの制作過程や本作にかける熱い思いをデジモン大好きな開発陣自らの言葉で、ぜひ語っていただければと思っております。では早速行きましょう。めっちゃ慣れてる。でまずはこちらがキャラクター制作モデルの担当者になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらは何なんグレですか？イモン？こちらはグレイモンというデジモンになります。かわいい。こちらは公式の資料になります。資料をもとにモデルを作っていく形になります。骨組みこんなんなの？もう線とモーション班であったりセットアップ班と相談しつつ、こういう骨の入れ方がいいよねみたいな感じで相談しつつやっています。入れてんだ丸をね。はーん。こういった形で G プラスデータに持ってきて、スカルこういうことだよね。だってこういうことです。僕さちょっと最初の方普通に見入っちゃって、なんで線がこう肉付き良くなるんですか？
そうですね、もうこの辺めちゃめちゃ多分専門的な話になるんですけど、初めて見たこれ。こういう 3D モデルって本当に人間と同じように骨入ってるんですよ。知らなかった。で骨でこうやって動いてるっていうのが関節がで出てきた肉付けの部分、っていうのもなんかもう昔のゲームってそれこそ手とかってドラえもんの手みたいな丸っこい手やった時代っていうのがあるんですけど、ご存知ですかね？もちろんです。そうあの時代から今ってそのスカルプトって言ってその彫刻しますよみたいな人間のおじいちゃんのシワとか、ものすごいリアルなシワとか作れるレベルになっちゃってるんですよね。なるほどね。このシワはそんなリアルやけど見たくないんじゃないみたいな時もあって、ちょっと平坦にしていくっていうか、ここはちょっと抑えとこうかみたいなのをやっていくっていうのがリトポロジーっていうちょっと抑えていくっていう作業があったりするんですね。その後にそのさっきの骨出てきましたけど、例えばこうやったりするとここ動かすとここが膨らんだりするじゃないですか。する。それももう自然にやってくれるわけじゃなくて CG ってやってくれないの？動かしたらここ膨れるよねみたいなウェイトって言われるものを定義していく必要があって、それでもう、人体やるのも大変なんやけど、もう見たことない生物に対してそれやっていくっていうもう奇跡の技なんて出したことないからね。そうですだから一体作るのにどんだけの労力使ってるねみたいな感じになってるのが今のゲームの作り方になってますっていう。それが450体いるって僕は知ってるんだ。大変だったね。未だにゾッとしますけどそりゃ10年かかるわって感じだね。そう400。1点私から補足させていただくと、デジモンストーリーシリーズの魅力である多くのデジモンの登場と時代に合わせたデジモンの頭身調整といった見た目のクオリティアップ、これらの開発初期から重視していました。ただもちろんゲームですので処理負荷を考慮したスムーズなゲームプレイっていうのは達成必須な要件でもあります。優先順位の高いこれらの要素を実現するために、モデルのボーンの数やポリゴン数に対して最適化をかけるなど、ゲーム全体の調整には時間をかけました。かなり苦労したんですけれども結果としてうまくまとまったんじゃないかなと思ってます。じゃあちょっと続いての映像続き見ていきたいと思います。お二人もね気になったら止めていいですからね。はい、どうぞ。じゃあもうこのGブラシデータに持ってきて、スカルプトをします。で、こちらを、リトポロジーしてこちら、ゲームに最適化させる作業を行って、この形に持ってくるという流れになります。で最後にテクスチャーを書いて、骨を入れてウェイトをつけて完成という形になります。調整周りに関しては実際にゲームに出してみて見え方であったりとか、この立ち姿ってめちゃめちゃゲームでは有名なT ポーズ T スタンスっていう立ち方。よく言う。そうです全員この T から始まってますっていう。 T から始まってるいい続き。よし。微調整周りに関しては、実際にゲームに出してみて見え方であったりとか確認して、完成まで持っていく形になります。ゲームの画面に出力してもうちょっとここはこうした方がいいんじゃないかみたいになっていくわけだね。前作のそのサイスルであったりとか赤メモであったりとかっていうのは携帯ゲームを基準に作られたモデルになるので、今作別プラットフォームで、見た時にやっぱりこういう筋肉の流れであったりとか生物として恐竜ハードが変わるとモデリングも一からやり直すってほんまによく聞いていただいたという感じで、それなんかもうグレイモンって絶対出てくると言っても過言ではないし、アグモンとかもそうなんですけど、作り直しでいいやんかっていうのがまず最初に、先入観としてあると思うんですけど、今回スタッフの熱意やばすぎて有名なデジモンほど作り直すっていういやアグモンとグレイモン別人になってるよみたいなデータ構造になっちゃってて。もうすごすぎるやろ ここまでしようって誰が言うたんやぐらいの感じで作り込んであります。100、200やん増えたんはみたいな話あるかもしれないんですけど、いやいやもう全部一からレベルで作ってありますっていうのが今回の。そうだぞみんな。おいそれと簡単に100ぐらい増えただけやろなんて言うんじゃない全部作ってるじゃん。じゃあ続いて
こういう筋肉の流れであったりとか、生物として恐竜っぽい感じにちゃんとパッと見た時に見えるように構造部分であったりとかは意識して調整しました。今作かなりの数デジモンが出る形になっているんですけども、前作に登場したデジモンを本作に合わせてブラッシュアップする際に、今作の基準に満たないものであったり、テイストが異なるものとかは大幅に作り直ししているので、数が多いのでかなりそこが大変でした。感謝しなきゃいけない、こちらはエンジェウーモンという女性型のモデルになります。映像見せていいの？すごいね。これが骨組みだ。すごいよな。一般の人たちなんてこんな映像初めて見てびっくりしちゃうよ。ベルゼブモンだ。はい、ベルゼブモン有名なキャラなんですけど、これみんな大好きなんですよ、スタッフも。ベルゼブモンを嫌いなデジモンファンはいない。だからここでも使いたい、あそこでも使いたいみたいな取り合いといいますか、みたいなところが起こるデジモンとかもいたりして、やっぱりモデラーさんもこの出来がいいのはちょっともっと使ってほしい。そうです。あと見ててやっぱこんだけのモデルあるんだったらこういう見せ方どうだみたいな、それこそやっぱ具体化されていくとどんどん才能あるスタッフってやっぱりこうしたいああしたい、それが全部いけてるアイデアみたいなところもあって、パンパンになるまで詰め込んでいくっていうのがやっぱりできるのがこのデジモンのいいところかなって思いました。なんかセントラルタウンすごいデジモンたちいっぱいいて、こんなに最初から飛ばしちゃっていいのかなって僕は実は思ってたんだけど、あれもちょっともう処理の問題でこれ以上置かれへんからちょっと減らそうよってなってあれなんで、減らしてあれなんですか？本当はもっともっとね、現場ではせめぎ合いがあって、いやもうそのプログラマーさんがこれぐらいの処理でやってくださいねって決めるんですけど、いやもっといけるはずやもっといけるはずやってやっぱり出す側は思ってしまって、そうです。今処理負荷の問題の話入れましたけれども、可能な限りこの雰囲気は崩さないように、どうこの処理を負荷を下げていこうかみたいなところが強くやってたところはあったので、今のセントラルタウンの雰囲気空気が作れたのは本当に優秀な会社の方々のこの努力の結晶であるというふうに思っています。この角度の時は映らへんからこの時だけ消そうかとか、遠くにいるやつはちょっとその処理軽めのモデルに切り替えようかみたいな、そのこんなこともできる。もう計算というか根性というかみたいなものの集合体ですね。僕はあの街一生歩けると思ってたんだよ。ということで、じゃあ続いてまだまだ映像ありますから。こちら仕上がりいかがですか？とてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、かっこよくなったかなっていう。ベルゼブンもともとイケメンだけど超イケメンだもんね。かっこよい。こちらが本作の主人公ですよね。はい、そうです。男性主人公になります。お、主人公。モデルとデジモンのモデルで作り方って変わったりするんですか？そうですね。人間に関してはキャラクターデザインの方の雰囲気であったりとか、フェイスラインとか体型とかをどういう風にモデルに落とし込むかみたいなのがやっぱりちょっとモンスターとは違うかなといった感じです。人間モデルもちろんこれ自体もすごいハイクオリティに作ってもらってるんですけど、今回その衣装替えっていうのがありまして、いろんな衣装を着ることになる部分があるんですね。それは新情報なのでは新情報なのでは。すごい楽しみだ。じゃあ続いて、主人公にはさまざまな表情パターン、それはありますよね。いろんな物語が進んでいく中でね、モデルビュアーの方で感情を表現してほしいですね。キャラの表情を変えてかわいい。こんな感じでちょっと確認したりとかして、はい、自分の分身みたいに動いてくれるキャラクターになりますからね。かかる時間と同じぐらいなんですかね？デジモンに関しては世代ごとに人間モデルよりも短く済むその幼年期であったりちっちゃいものもあれば、その究極体とか完全体みたいなすごいパーツがいっぱいあって複雑なものに関しては、人間キャラよりかは時間がかかるかなといった感じになります。やっぱ究極体や完全体デジモンはモデル制作に時間かかっちゃうんだな。
はい、ということでなんかもう最初の映像でめちゃくちゃいろんなこと聞きたくなっちゃうし注目しちゃったんですけども、やりたくなっちゃった。早く発売日にならないかな。ぜひぜひ。早く寝たら10月にならないかな。やりてー。じゃあ続いてなんですけれども、次は必殺技です。モーションデザインの方やらせていただいております。モーションデザイナーさん、お願いします。知りたい。どのように作られてるんですか。セットアップの方でリグといいますか、コントローラーの方を作成して、そこからモーションの方の作成が入る。デジモンでいうとアニメーションですとか、参考媒体の方の調べるところの調査から、そこからモーションの作成を入って、で、エフェクトの方にも、確認しながら、モーションの必殺技の作成を進めていくような形になります。こちらは何でしょうか。はい、こちらはベルスターモンですね。ベルスターモンさん、ゲーマーズというアニメ作品とかで出てきたベルゼブモンというキャラクターの女性版みたいなのが新規で書き下ろされた時に生まれたデジモンになりますね。手元に持って二丁拳銃と、足にもこのような形で銃を持っているようなデザインのモンスターとなります。すごい細部まで作られてますね。これをいただいた上でリグと言われるいわゆる何ですかね、操るためのコントローラーこういうことをやるみたいなのがありまして、こちらを使用して各作業者の方が動きをつける作業をしていくような流れになっていきます。ちゃんと聞いといた方がいい。難しいからちゃんと聞いといた方がいい。このデジモンを操るリグっていうのがさっきまで言った骨組みのことなんですね。骨って何個かセットになって動くと思うんですけど、骨自体の関連性を持たせるものがリグっていう仕組みで、それ自体もやっぱりデジモンごとに違う、でやっぱりそのモデルできましたの後に動きつけましょうがこのモーションアニメーション担当の方がやられてて、これはデジモンの動きだけじゃなくて、カメラもモーションなんですよ。この場合カメラもなの？ここから撮ったらかっこいいんちゃうかっていうのもそのアニメーション担当の方が決めていて、そこまで行った後にじゃあこの銃バーンって撃ちますの時はエフェクトが出んとあかんやん、マズルフラッシュ必要やろはそのエフェクトの担当の人がつけていったりとか。マズルフラッシュっていうのがエフェクトのことなんですか？そうです。なんか爆発とかね、そのグレイモンの火の玉とかもやっぱり全部エフェクトっていうのがありますし、もうすごい緻密な作業をしていくんだけど、やっぱり途中で炎はこれぐらいの光り方って決めたりしてるんですけど、それがごめんちょっと別のとこ暗かったから明るさ全体的に変えたいんやけどみたいな話とかもやっぱあるんですよね。そこもできるんだ。でそれはもう前もってエフェクト担当からそれはさすがに作業の手戻り多いからそれはないですよねって何回も確認されてるんだけど、やっぱり言ってたとしてもこの方がいいよねって言ったらそれを納得してくれるスタッフが今回はもう全員だったので、泣けるな。もうそれで良くなるんだったらやるしかないですねっていう、デジモンは愛されてるな。そうですね。もう自分もちょっと愛した方がいいんじゃないかと僕らは思ったりもするんだけれどももうデジモンに全てを捧げていくっていうスタイルでしたね。みんなの気持ちがたくさん詰まった作品になっております。ぜひ皆さんプレイしてみてください。続きも見ていこう。最初の工程としては当然、キャラクターの理解といいますか、このキャラクターがどういうキャラクターなのかっていうところから詰めていくという感じですかね。アニメでも明確にその作画というものがあるものに関してはそちらをベースに、モーションってやっぱりこういう動きって人間ができる動きをそのまま撮るっていうモーションキャプチャーっていう技術もあったりするんですけど、この動きって人間できないじゃないですか。ちょっと難しそうでしょ。その場合はこの出てる四角に対してそのキーを全部打っていくみたいな、この角度でここは止めて次30分の1秒進んだらここで止めてみたいなのをどんどんやっていくっていう、それは気の遠くなる作業をやってくれた結果かっこよくなっていくっていう、そういう構造になっておりますという感じですね。すごいな。僕は普通に可愛いなかっこいいなって見ちゃうな。でも今聞いたからちゃんとここで止まってますね、角の角度はこうですねとかそういうことを言い出したら2だなって感じなんですね。最初は別に可愛いかっこいいで全然僕はいいと思ってたんですけど、今の話を聞いてからこう見る必殺技ってちょっとやっぱまた変わってくるので。変わってくるよ。はい。涙の詩では見れなくなっちゃうよ。じゃあその魂の声もうちょっと聞いていきましょうかね。アニメでも明確にその作画というものがあるものに関してはそちらをベースに詰めていく。アニメの映像は結構準拠してくださってるのがなんとなくわかるけど、
完全に新規で、過去に映像媒体として出てないものですとか、元ドット8公式だけとか、そういうものですと基本的に各作業者公式の図鑑の技の説明文を見て、そこから、もう作業者と詰めていくっていう形です。もう絵コンテもなしに。エフェクト作る方はそういう読解力もないといけないんだ。参考がないと大変ですよね。そうですね、本当に力っていう。作技の動きを制作する上で気をつけている。どこで撃つのかとか、何を発射するのか、ビームみたいな放射し続けるものなのか、弾としても連射するものなのか、なるべくファンのイメージするものと乖離しないようにといいますか、ちょっと可能な限り、そこは意識しながらちょっと作成の方は進めさせていただいているつもりです。モーションから引き続きベルサモン必殺技にエフェクトをつけた状態になります。モーションにエフェクトをつけてるんだ。あ、そうするとやっぱ躍動感と力強さが変わりますね。あ、今の表情がいいですっていうのだけで今ピンポンしちゃった。いやでもそうですよ、はい、人間型は表情も今回ついているものが多いので、喋れば口パクもしますし、そのやっぱ表情まで見ていただけるっていうのは本当にスタッフも喜んでいるはずっていう。声が聞こえてきそうだなと思っておっしゃった。はい。じゃあ流していただいて。すごいね。かかとに忍ばせた銃から扇風脚を出しながら、銃弾を乱れ撃つという技になりますので、銃から発射される弾っていうのは別で作られていて、合成されるとすごい足からも銃弾を発射するような完成という形になります。はい、よいしょ。なるべくエフェクトで隠しすぎないといいますかを意識しながら、ただ究極体になりますので、ユニットとしては一番強いレベルのユニットになるので、派手な攻撃をしているっていうのが伝わるようにっていったところのバランスを取りながら、エフェクトをつけてます。今の一連の流れだとやっぱエフェクトが結構最後の方に来るんですけど、仕上がりを結構気にする立場に自然とエフェクトの方がなっていくというか、さっきもファンの方々のイメージをっていう話してくれてたんですけど、本当にこの作ってる人たちもなかなかその類を見ないデジモンファンというか、でやっぱりだからこそファンがこう思うんじゃないかっていうのも目配せができるし、どうすればこのデジモンが一番魅力的になるかっていうのがみんな念頭にあるんで。僕がこうしたいじゃなくてデジモンだったらこうしないといけないんじゃないかっていうのを多分みんな各々に考えてくれていて、だからこそどんどんそのデジモン好き、自分たちもデジモン好きだし、夢と希望にあふれて作業が進んでいくという感じになってるのかなと思います。素敵な現場なんだろうなっていうのが伝わってくるな。今回、表現した内容に関してユーザーさんがどういうふうに受け取ってくれたかであったりとか、もうちょっとこういうとここうすべきじゃなかったのかっていったところの反省っていうのはすぐ始めるようにしたりしてます。反省もしちゃうの？すごいね。お仕事はまだまだ続くわけですね。そうですね。こんなに素晴らしいから十分だよ。カードゲームの方でかっこよく表現されていて、そのカードゲームのイラストを再現させてくれないかってカードゲームのスタッフの方に打診したら、快くじゃあゲームで出せるように、詳細なデザインもこちらで作りますよと言っていただけて、で作ったデジモンもいるので、そういうふうに作り直されたっていうのもいますね。各部署で協力し合ってるのはいいですね。ガイアフォース何回作り直してるの？はい原さん。はい。以前デジモンコンで、フラット、ウォークレイモンのガイアフォースなんて3回ぐらい作り直しますがねって言ったんですけれども、この取材で、裏側が全て明らかになって3回作ってたんだっていうのが明らかになったので、ぜひ続きご覧ください。了解です。はい。クオリティのフラッグシップになってもらいたくて、他のエフェクト制作担当者にもここを目指してるんだということで、クオリティの目標としてもらうところで立てたデジモンだったので、ガイアフォースが一番のクオリティになってほしいと。
1年目に作ったものと3年目に作ったものだと全員やはり3年目に作ったものの方がクオリティが高いってなってしまって、1年目に作ったものはどうするんだって形になるので、どこを目指すんだってなった時にやはりフラグシップのクオリティのものが作り直されてないとどこを目指すか分からなくなってしまうので、今はここを目指してるんだよっていうのをその都度、更新するようにしていったっていったところがあるので、ウォーグレイモンも作り直しましたけど、ウォーグレイモンよりも作り直されてるものもたくさんあるので、なんでお気に入りのデジモンがかっこよくなってるといいなと願っておりますというところですね。エンジンウーモが出てきてるそれエンジンウーモは何回も作り直してるってことなのかな。はい、ということでこの映像を見ていただきましたけれども、ウォーグレイモン入れた作り直したものって何なんですかね。3回5回は当たり前みたいな世界でやってるから、なんか本当に2年前のエフェクトを見直した結果納得がいかないので作り直しますって宣言されてその急に作業始まるっていう、止まらなかったです。もう彼は一番デジモンファンでもあるし、そうなん彼がやっぱり本当に何かしてくれという以前にどんどん仕事を増やしていくスタイル。でもやっぱ向上心がないとそんなことできないよ。エフェクト担当なんか全然関係ない、なんかこうシナリオとかいろいろこう遠くからこう指摘みたいなことありますもんね。いや僕らも現場の中で何かああいうデジモン博士と呼ばれる人が各社にいるんだけど、なるべくこういう扱い考えてるんやけどどう思いますみたいなのとかやっぱ一回お伺い立てますもんね。でもさ、そう僕も聞いてほしいと思ったこと何度もあるんだよな。僕に聞いてくれたらもっとちゃんと建設的な意見言えるのにっていう、オタクってそういうもんだからね。そうですね。聞いた結果何が起こるかっていうと、やっぱこれは細かいこと言うとこれが正解なんで作り直してくださいみたいな話になるんで何がいつ終わるんやろうねみたいな話にはまだなってはきますね。終わらないね。デジモンたちが暮らしている拠点になる、そんなエリアになっております。見た瞬間に絶対にアートブック作ろうと思って、これを世に出さない意味がわからないというか、敵キャラクターがものすごく大きいので腰抜かしちゃうよ普通の人間だったら。その瞬間が一番やっていて楽しい瞬間。いろんなスタッフ全員がもうドロドロになりながら作った血と汗と涙の結晶ですので、こういうドキュメンタリーつけた方がいいと思いますよ。可愛すぎる。100億点。楽しみだぜタイスト。